こんちは。4G 初めから攻略パート22です。前回は新たな武器を製作しつつ G1 のキークエを進めました。今回は防具を更新しつつ G2 への昇格を目指すよ。早くも G1 ラスト回です。頑張っていきましょう。それじゃ、まず防具更新の一歩として前回の宣言通りレイヤー種2頭からやってくよ。砂に咲き誇る日本桜。これは素材交換の解放クエになっています。G 級のレイヤー種はステータス強化に加えて空洞面もかなり強化されていますね。原種も使った噛みつきからの尻尾コンボに炎がついて避けづらくなってたり、ただの噛みつきにつく火炎がめちゃくちゃでかくなってたりするね。理不尽要素は少ないのですが、シンプルに強力なモンスターになってますね。上位にあった必要なサマソ狙いは健在だから、一発一発丁寧にさばかないといけないね。ノウトウが遅い武器は上段抜きで一発も食らわないくらいの勢いが必要だと思うよ。その分、うまく立ち回れるとかなり面白いモンスターですね。肉質もメリハリが効いており、当チャンネル推奨ステータスとなっています。さ、まずはリンを貯めていく。いい狩りなら多少大胆にいっていいね。怒ってからが本番ですからね。とりあえず毒だけは食らわないようにしましょう。毒食らうとリカバリー大変だからな。嫌がれのリスクもあるからズリップダメがしんどいよ。チャークはかなり相性いい方でしょうね。ピンチの時にとりあえずガードでしのげます。着地の風圧もスーパーアーマーで対応できるので、張り付いて弱点の足を狙えますね。いてて、今の防げないか。尻尾当たらないと思っちゃった。判定はたっぷり2回分です。さ、しかしここは反撃取っていくよ。落ちろ。レイヤ系はこれできるから気持ちいいですね。レウスはブレスがあるので相打ちになりがちです。で、そのままスタンだね。弱点の足を集中攻撃していこう。頭こそ原種より硬いですが、足は軟化してます。状況によっては頭より殴りやすいですね。頭を狙える位置は攻撃を食らいやすいからね。尻尾さえ対応できれば至近距離にいたいかな。おっと危ない。拡散ブレスはガードすれば安心だね。この噛みつきブレスもガードが安全ですが、多段攻撃なのでスタミナごっそり減りますね。これを連発されると、肝心なところでガード用のスタミナが足りなくなったりします。あ、マイス入ったわ。立ち上がりは順調だぞ。位置関係もいいですね。足と腹を殴り放題です。ハブーブくん、前回に続き良い活躍してます。物理火力がちゃんと備わってるのが偉い。君のような優等生は積極採用していくよ。購買率と状態異常属性を歓迎しております。生産で作れるチャークには限界あるけどね。使えても特別許可証の開放までかな。どうしても終盤は倍率が必要ですからね。チャークには強い無属性武器がありますし、終盤に行くとちょこまか動く系のモンスは少なくなるから、そこまで麻痺とかに頼らなくていいのもあるよね。熱い。この発生の速さでこのダメージか。あんまり向かって左にいない方がいいですね。炎がでかすぎて走ったら被弾しますよ。で、下画面見たらもう一匹合流した。レイヤもよく合流するイメージあるな。とりあえず肥やし投げて、近くにある洞窟に退避しましょう。G 級は二等クエが重要なクエになること多いよな。難易度で印象深い人も多いはず。G2 には有名なものもありますね。それはおいおい触れていきます。動画では、当時有名だったクエストは、なるべく拾いながら進めていく予定です。ソロハンターには厳しい環境だが、ちょっとでも誰かの参考になれば嬉しいね。はい、移動してきました。こっちが最初に戦ってた個体ですね。このエリアもすぐ合流する可能性あるから、なるべくサクッと倒したいな。ここは、アプケロスがだいぶ邪魔です。妙に好戦的な上に体がでかくてカメラを塞ぎます。武器振り回してるとアプケロスに引っかかって、ヒットストップでダメージ受けたりするからね。生きてる限り体に引っかかったりするし、だいぶ厄介な存在だよ。墜落が取れましたが、後ろから邪魔されそうなので上質を吐く選択をします。基本的に肉質が柔らかい相手に対しては、開放切り主体の方が後の展開がいいんだけど、小型の妨害とかを踏まえて、上質で瞬間火力を取りに行くこともあるね。ジャークは、この辺の判断が難しいですね。ここが面白いところでもあるんですが。ちゃんと、それぞれにメリットデメリットあるからな。外れモーションみたいなのが、ほぼないよね。使えるようになるまでは大変ですが、
自由に操作できると非常に楽しい武器です。ギルクエだと体験に押されてますが、このシリーズで改めて火力の高さを実感してます。当たり前なんだけど、調出がちゃんと強いんだよね。盾強化が切れるのも納得。調出で盾強化切れるの、今となっては不便だけど、これはこれでメリハリあっていい仕組みだと思う。ある種のリミッターみたいになってますよね。小技で押すか、一度火力出してリセットするか。攻めと守りのバランスが絶妙で好きなんだよな。調出を調出たらしめているというか。サンブレイクみたく、強い調出をひたすらぶちかますのも最高だけどね。サンブレの強属性調出は非常に良かったですね。エフェクトの進化もあって見た目も派手でした。もちろんこの強化も多用しておりましたよ。側面とエアガはデフォルト機能にしていただきたい。おお、なんか後ろでレイヤーがひるんでるぞ。ちゃんとダメージ出てるな。このクエ G1 にしては結構ハードなクエだと思いますが、案外すんなりいけそうですね。と思ったのもつかの間、下画面見たらまた合流してきたよ。仕方ないですね。片方はもうすぐだと思いますが、一旦また退避です。来た来た。さすがにもう合流させたくないぞ。V破壊も終わってだいぶ削れてるはずです。もう一回マヒカスタンが入れば。タイミングが被るともったいないけど、どっちか決まれば終わりそうなんだよな。残り1頭になっちゃえばどうってことなさそうですね。レイヤーしちょっと構えてはいたんですが。まあ、原種よりかなり強くなってるのは間違いないけどね。上位で初めて戦った時ほどの驚きはない気がする。もちろん、G1 内では最強クラスだとは思うんだが、ザボアやガララーの方が苦労したな。彼らに関してはスタンが取りづらいのもありますね。頭が弱点でないと自然とスタンも発生しなくなります。多くのモンスターは頭イコール弱点だから、スタン武器と噛み合ってるんだけどね。頭が硬いと、スタンのためだけに狙うのは効率悪いしな。こけました。ここで決め切りたいですよ。麻痺も重なったぞ。高速マシマシでお届けしております。スタンも追加です。高速のハッピーセットや。はい、そのまま終了と、1投目は8分弱でいけたね。合流2回と考えると、割といいタイムだな。あとは、サクッと2投目行きましょう。2投目弱ったけど、なんかあいつ、流砂の上で寝てないか。寝心地悪そうですね。というか、流砂上には罠が仕掛けられません。若干不穏な空気が漂っております。直接かかってないな。なんでこんな中途半端なところで寝るんだよ。原種は骨のあるあたりで寝てたんですが、この違い謎ですね。クリアできたから何でもええわ。これで素材交換が解禁だ。で、解禁されました素材は。これだね。G 級アグナコタル素材。このアグナ X 腕がめちゃくちゃ優秀なんだよ。切れ味に火星3にしろ3ですか。チャークとガンス使い、水前の防具ですね。性能の割に素材の要求が軽いのも嬉しいね。アグナの重角はレイヤーの降臨と交換できるよ。解禁クエストがちょっと重いが、G 級最後まで使えるから早めに作りたいね。さて、しかしながら、アグナ X だけでは目的の装備は完成しません。次の素材ごと、さっくりと倒していきましょう。ほい、G 級のガララ原種に来てるよ。肉質が柔くて素晴らしいね君。G1 の原種は亜種を討伐してから解禁が多いです。その割にちゃんと原種の方が弱いんですよね。この辺の仕様も G1 序盤の難易度につながってるよな。G2 以降は最初から原種が解禁されてるんだが。さすがに G2 以降の亜種はやりすぎと判断されたんでしょう。ガララくん休眠に入ったので、もうクリアも同然ですね。すやすや寝てやがるぜ。私が来ているとも知らずに。寝起き調出ドッキリ行きましょう。耐えてきたか。どれだか作るねえ君。でもさすがに体力見りでしょ。このまま削り切るぞ。こっちの体力も少ないので油断はしないでくださいよ。大丈夫、いけるって。でも、さすがにこの体力は回復したいな。行ったそばから、また登り直しじゃないですか。くっそ、あいつ、休眠から粘りすぎだろ。はい、2度目の正直です。ここ、高いから移動大変なんだよ。勘弁してくれ。しかし、1度目の調出を耐えるとは思いませんでしたね。大抵は動かさずに終わるんですが。こいつ、休眠条件の体力がちょっと多めみたいなんだよね。G 級ガララは体力 14% 以下で弱るんだって。
結構残ってるよね。まあ、早く寝る分には基本こちらに有利なので、いいところではありますかね。ひどい目にあったよ。結局、2分くらいはロスりましたね。ガララ X ヘルムを作りたいが。堅牢な潮流骨が足りないか。しゃあないですね。適当な小型倒して集めてきましょうか。G1 のケチャ厳粛へのサブタゲがゲネポスだな。これが効率良さそうだ。ほい、集め終わったよ。ガララ X ヘルムを作成しました。これで一式揃いましたね。あとは装飾品を詰めてと、意外に装飾品の素材集めも寄り道がいるよ。はい、これが最初の目標としていた防具です。結構漏れましたね。弱徳とおまけで見切り1が追加できたね。砲術は外れたが火力向上が期待できるぞ。それじゃ、これを担いで G1 最後のキークへ行ってみますか。いよいよ G1 もラストですか。身が入ります。さて、G1 ラストクエは大名ザザミアシス。これですね。最後がザザミってのも若干パワー不足だが、新しい装備の試し切りとしてはちょうどいいだろう。ザザミアはさすがに慣れてますからね。楽しみです。はい発見。のんきに何か食べてるぞ。ザザミって結構ゆったりしてますよね。なかなか愛嬌あります。こいつはチャークとの相性最高だからね。戦ってても楽しいよ。スタン耐性や属性耐性も低いですからね。榴弾、強属性、どちらも有効です。この立てこもるやつだけちょっと面倒だな。音爆弾持ってきてないよ。泣き袋が枯渇しておりますね。今の時に錬金でもしますか。そうだね。G2 になったら音爆よく使うだろうしな。で、潜るのもやめてほしいんだが、君は水ブレスだけ打ってくれればいいんだよ。ギルクエで戦っててよかったですね。水ブレスはガード強化不要の知識があるの大きいです。動き自体も素直だしね。大技の後には隙も完備してるし。麻痺いただきました。若干頭が高いのが難点ですが。根質なら頭に入るんだけど、前進しちゃうから意外と当てるの難しいね。あんまり離れると、ハサミに吸われちゃうしな。で、怒りきましたね。怒ってる方がブレスの頻度増えてやりやすいです。怒り状態の方が戦いやすいのは両モンス。あると思います。ちょっとわかる。GP でスタン来た。これぞ榴弾チャーク、芸術的だ。基本的に、大きな隙には調湿を入れていきます。物理肉質自体は固めですからね。調湿打つとよくこけてくれるからね。非常に打ちがいがあるんだよ。さ、フィンを貯めて、水ブレスに備えます。来た来た。それを待ってたんだよ。カニ歩きするので横向きに GP してそのまま調湿を打ちます。これ、気軽に上手くなった気分になれて、非常に楽しいんですよね。4G は後半になるほど体験の強さが際立つ印象だけど、こいつは効率面でチャークを選択しようと思える数少ない相手だね。ギルクエ環境では無理なく強属性を持てる相手でもありますよね。まあ、極限とセットになってる場合は、榴弾が優先になりますけど。ほい、ここもチャークの強さ出てるよ。フェイントブレスも調出チャンスだ。立てこもり解除からのブレスは、通常のブレスより歩く距離が長いです。感覚にはなりますが、ガードの位置をちょっと調整しないといけません。転倒にスタンに麻痺に、ザザミくん大忙しですな。弱徳が通るのは頭だけですが、新装備の初陣としては上々ですね。これはタイムも期待できるのではないでしょうか。レイヤやフルフルが G1 の癒しと思ってたが、実はこいつが一番の癒しだったとはな。んなこと言って、ガララみたいにおつらないでくださいよ。栗山直のオツは精神に来るんですから。砂漠は原生林ほど移動が面倒じゃないから、気をつけるけど。さあ、またブレス来るぞ。攻撃チャンスありがとう。これもちょっとフェイントですね。2発目だけカニ歩きします。結局、横向いて待ってりゃいいからね。対処は簡単よ。さあ、移動してきました。この挟み込む攻撃は、火星1で GP 反撃が取れます。予備動作はかなりわかりやすいから、ゲームモードさえ維持してれば反撃は簡単だね。スタンも取れて、このまま終わっちゃいそうだぞ。装具を更新してきたとはいえ、キークエラストが一番簡単でしたね。6分ちょいで終わった。こんなに早く終わるもんなんだな。コンパート、出だし好調です。いよいよ G2 への昇格試験が受けられますね。緊急も、
この防具であれば対処できるはずだ。頑張るぞ。ほい来た。G2 の緊急クエはセルレギオスだよ。セルレについてはすでに村上位で掘り下げてますが、集会所優先してきた方はここが初になりますね。G 級のセルレは上位との差はあまりない。サクッとクリアして G2 に上がろうか。モスジャーキーを忘れずに慎重に行きましょう。ここにいたか。だが正直、今更セルレは新鮮味ないな。G1 は村上位にいない野手が多かったですからね。もうこの子が顔なじみです。セルレって G 級固有のモーションと変わるっけ？ギルクエ126以上で変わるのは知ってるんだが。いや、少なくとも交戦してみて感じられませんでした。攻撃力は間違いなく G 級クラスですが。まあ、上位時点で完成してるといえば、そうなのかもしれません。こいつはちょこまか動き回る系だから、麻痺は相性いいはずだ。V 破壊を狙いたいところではあるが、まずは足狙いでクリアを優先しよう。G2 に上がれば、採取とかの関係でちょっと環境が良くなりますからね。立ち回りで注意すべき点は変わらず、安易な斧攻撃で裂傷を受けないようにだな。このエリアはまだリカバリーできそうですが、モスジャーキーも5個しかありませんからね。あ、言ってるそばから食らっちゃった。足に引っかかって判定から出られなかったか。この多段で破裂する攻撃が一番厄介ですね。1段目をガードしても残りの判定が消えません。結構邪悪泣かせの攻撃です。これさえなければ邪悪相性いいと思うんだけど、どうしても足止める武器だからな。セルレ自体も1箇所にとどまりませんからね。地上のイメージありますが結構飛びますし。空中の詰め攻撃はシャレにならない威力だから、絶対食らいたくないね。さて、仕切り直しですね。ここは比較的ノリが狙いやすいですが。撃墜されてしまった。一応、こっちの攻撃も入ったか。威力低い攻撃で助かりました。しかし足ダウン。これを待ってたんだよ。足ダウンをうまく取り続けられると、驚くほど早く終わったりしますね。連続ダウン映像。これできりゃ楽しいんだけどな。ちょっと 4G 発売当時を思い出しますね。我々は真っ先に集会所マルチで進めてたんですが、このクエストではセルレがずっとこけてて、全く印象に残らないまま終わってしまいました。今までにない飛竜だとは思ったけど、いつの間にか終わったなって感じだったね。当時は、セルレ武器もあまり注目されてなかったし、レギオス X の防具もあんまり強くないですしね。真剣一体はちょっと強そうでしたが、裂傷無効は。今作ではガチでレギオス専用スキルだしね。まあ、後の作品でもあんまり使えていないけど。そういえば、サンブレイクでは裂傷耐性スキルが消えたんでしたっけね。言われてみれば、その代わり、しゃがみの回復が早まったみたいね。裂傷自体、あんま困った覚えないが。我々は、怪異化した広角集めで、ギザミに通ってましたが、雷の強属性チャークで楽勝でしたからね。新しい属性とか状態以上は、広まり方に格差があるよな。爆破属性は比較的いろんなモンスに広がったけど、裂傷はなかなか増えないね。強力なモンスターがポツポツ使うって感じですね。ワイルズでも続投するんでしょうか。ぶっちゃけ、鋭い牙とか爪とか持ってれば誰でも使えそうではあるけどな。かといって、裂傷を使ってほしくはないけどさ。裂傷は、ハンターの攻撃に転用されないのがいまいち影薄い原因なんですかね。ダメージが入り続ける仕様だと毒と被るので、差別化が難しそうではありますが。モンスターの混同によってダメージが増えたりすると面白いかもね。動き回る相手は、それだけダメージがかさんだり。面白そうですが、それでも毒の介護官、上位互換になりそうな予感。あと1ヶ月もすりゃ、ワイルズでどうなるかわかるさ。今は、とりあえず食らわないよう気をつけよう。
さて、数分戦いまして、もうだいぶ弱ってそうです。引きずるかな？ OK ですね。あとは捕獲するだけです。一発で9人エリア行くのかな？一発では行きませんでした。かかるのを祈って、ここで捕獲を試みます。頼む、素直に前進してくれ。あ、これは、おいマジかよ。あと一歩くらい頑張って進めよ。これは、だいぶロスになりましたね。おとなしく崖登って倒しに行きましょう。しゃあない。この虫ども倒してエネルギー貯めてくか。ほら、怒りの調出を食らえ。ここでは綺麗に決まりましたね。G2 昇格、おめです。タイムは14分くらいか。まあ、崖エリアのロスを考えるとうまくいった方か。ともあれ、これで G2 許可証がもらえます。やれることぐっと広まりますよ。そうだね。装備面もそうだし、採取もはかどる。まずは何から手をつけようかな。G 級も中盤に差し掛かったくらいでしょうかね。では、大老殿に戻りましょう。ほい、昇格。ふむ、カウンターのお姉さんも吹き出しありますね。ちょっと見てみますか。お姉さん、オンラインサービスは2024年に終了しましたよ。一応、ローカル通信は生きてますから。さあ、気を取り直して、G2、まず何から行きます？狩猟区へ行ってもいいけど、やっぱ最初はあれでしょ。ガブラス。これだね。やっぱり最初はこれですね。ガブラス三昧ツアーです。と言っても、メインターゲットでなく、サブタゲクリアを狙っていきます。4G プレイヤーにはおなじみのクエだね。基本的に風化したお守り狙いで周回されるけど、他にも、豪鎧玉、幻鳥、落葉草の花、貴重な素材が多く取れるよ。この段階だと、重鎧玉が掘りやすいのも非常に助かりますね。レアじゃないポイントからポロポロ出るので、防御力不足に悩むうちは赤鉱石も掘りましょう。さあ行くぞお供たち。鎧玉いっぱい集めるんだ。はい、秘境スタートですね。ここは文字通り宝の山です。ワクワクするなあこのクエ。今さえあれば通ってたな。ギルクエに手を出した後も全然使いますね。主に幻鳥狙いですが。総中魂の強化するのに足りなくなるんだよな。ついでにお守り掘れるからいいけどさ。古びたお守りも全然有用ですからね。こちらもヒレアのポイントから取れます。砂漠夜は無視するところが全然ないよな。G2 上がったら、まずはこれ回しまくって、お守りと鎧玉をざっと集めるのおすすめだね。さて、秘境だけで色々新素材が取れました。メランジェや妙王源樹も来てましたね。メランジェは言わずもがな汎用鉱石で、妙王源樹は匠さんとかが作れるかな。金剛源樹に比べると、作れる装飾品は多くないんですね。源樹にフォーカスすることあんまりないけどね。G 級素材じゃないが、地味なところだと幼少源樹が不足しがちなイメージあるわ。幼少派かなり色々な装飾品に使いますからね。G 級に入ったらあんまり入手機会ありませんし。で、このクエのサブタゲは運搬なんだが、それまでのエリアでカンカンしていくよ。重鎧と古馬も狙ってるので、すべての鉱石を狙っていきます。しかし改めて、砂漠は昼夜でえらい違いがあるな。鉱石の中身が変わるのはどういう仕組みなんだ？まあ、それ言い出したら、同じフィールドなのに上位と G 級で素材が変わるのも不思議ですから。確かに、あんまり詮索しないでおこう。
ほい、ここを掘りまして。相変わらずガブラスが邪魔です。本来ガブラス討伐クエなので仕方ないですが。飛び降りスポットからダイナミックエリアチェンジを決めていくよ。ここにサブクエの目的の品がありますね。隕石の大会です。本当は音爆弾でガブラスをひるませてから鉱石を掘った後に取得したいです。なんせ音爆弾が枯渇してるからな。まあ、無理やり掘れなくもないんだけど。それにしても、エリチェンゴは倒れてたが、常人のハンターすら倒れるってどんだけ高低差あるんだ。単純な高低差っていうより、流差に飲まれて気を失った感じなんですかね。それでも危険すぎて説明になってない気がしますが。まあ、それはいいとして、あとはこのエリアだけ運べばサブクエは達成だね。たまに砂漠で恐竜かさザミに見つかりますが、運搬の達人があれば追いつかれる前に移動できます。確か、G1 のイチゴ納品クエでも恐竜ザザミいたんだよな。なんでここ共通してんだろ。動きが素早いタイプのモンスターじゃなくて助かってるけどさ。はい、納品完了です。素材も集まって簡単。素晴らしいクエです。それじゃあ、掘ってないエリアを探索してこようか。最後、お守り鑑定も見てみましょう。あらかた掘ってきたよ。鎧玉もいい感じに集まってる。お守りは合計8個掘れました。攻略中なのでありがたいですね。あんまりめぼしいのはなかったが、これは何回かやっておこうかな。ですね。鎧玉も確保しとかないと。はい。あの後数回回してお守り掘ってきたので、現状で使えそうなお守りを見ていくよ。まず、この闘魂 4S には、あんまり使いどころがなさそうです。で、砲術銃はスロゼロがないのが痛いですね。その下の聴覚保護 4S3 は素晴らしい。ガルルナ X 銅と合わせれば簡単に高耳がつくね。スロさんは偉大だよ。それから、タメ短縮3、スロ3が出たね。タメ短縮4が欲しかったんですが、ギリギリ届かずでした。ただ、例のカイザー X テンプレの5スロスキル構成は、武器スロ1があれば、このお守りでも組めそうです。今後、体験使う上で役立ちそうだね。さてと、めぼしいのはこんなもんなんだけど。何気に、体力マイナス10、スロ1が掘れました。しかも爆弾強化がついてます。これは、いずれ自爆マラソンをしろってことでしょうか。ケロロフェイクを使う場合は爆弾強化は意味ないけどな。いつになるかわからんが、掘れたもんは持っておくとするかね。さあ、お守り紹介はこんなところにして、実はガブラスクエ以外にも武器素材を集めてました。今パートは、その武器強化をして締めにしようか。武器の素材集めはなかなかに苦労したぞ。その甲斐あって揃いました。レギオス武器の G 級強化、反逆の重符です。攻撃力936のス紫。大幅戦力アップだね。一応、麻痺のハブーブとは使い分けができます。G2 攻略で大いに活用していきましょう。さっきのガブラスクエのおかげで、防御力も50近く上がったからな。これを元にして、さらに装備強化を進めていこう。はい。というわけで G2 まで来ました。結構早いペースで進んでますね。ここからは、モンスターも装備も強くなる。なるべくいろんな戦いを見せていきたいかな。キークエも難易度が高いものが増えてきますね。引き続き頑張っていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。